パカパさやサムライだ。10月の生活費を細かく紹介していきます。前提として僕たちは長女が食べ盛り、お酒はほぼ飲みませんが、お菓子は毎日しっかり食べる4人家族です。ご自身のシチュエーションと重ねてご覧ください。それでは結論からいきましょう。前月の9月は11,667リンギット、日本円にして31万5,032円から、10月は11,461リンギット、30万9,453円になり、前月比マイナス 2% でした。参考までに子供の学費を抜くと、10月の生活費は6,878リンギット、18万5,712円になります。変動費です。まず電気代が302リンギット、8,172円。8月に僕が心筋感染症になって汗を防ぐためにエアコンを1日9時間活用し始めて、3ヶ月連続で過去最高額を更新しました。ドクロマーク。参考までに9月までの平均は226リンギット、6,100円です。エアコンの設定温度は27度、風量は弱に設定。最近シーリングファンからの風が弱いことに気づいて掃除しました。約1年分溜まっていたホコリ。日本の家にシーリングファンがなかったので、ここを掃除するっていう発想が出なかったんですが、電気代の記録を更新せぬようお金をかけずにできることを考えていたらたどり着きました。掃除した結果、風が来るわ来るわで気持ちいいこと。エアコン稼働時間が1日6時間に減ったので、11月の電気代に少し期待します。食費は1,822リンギット、49,100円。初めて2,000リンギを切りました。2ヶ月連続で過去最低金額を更新、万歳マーク。9月までの平均は2,380リンギット、64,200円です。食費が減った要因は大きく2つ。1つは日本輸入品の購入を見直したためです。醤油、めんつゆ、寿司酢などの調味料を安価なイオンのトップバリュー商品に切り替えました。また、胃が弱い妻用のカフェインレスコーヒーがマレーシアで見つからず、日本輸入品を買っていたんですが、ついにパプリカのスーパーベンズインディペンデントグローシャーで発見。量が倍以上ある上に値段も16リンギ、430円安い。マストバイでした。要因の2つ目は、初めて行ったローカルスーパー NSK のインパクトかと思います。10月は1回行っただけなんですが、約1週間分の野菜、果物、卵を62リンギット、1,680円で済ませられたのは大きかったと思います。次に外食は504リンギット、13,634円。ローカルフードにトライし始めた月になりました。僕が外出時に一人で食べたものとして、ナシカンダープリータ、7.1 リンギット、191円。ポーセプレイン、ロティテロ、ティタリ、クランマネ。全部めっちゃ美味しかったです。ファットボーイレストラン 8.5 リンギット、229円。ハッカーミーとコピオ、満腹で大満足。この2つのレストランは動画にもしていますので、まだの方はぜひご覧ください。家族で食べたものとして、パラダイスダイナスティ 159.65 リンギット、4,293円。前に食べたことがあって、娘たちが小籠包とまんじゅうを食べたいというのでテイクアウト。この金色のテイクアウト保温バッグが金額を物語っていますね。調べてみると東京銀座にもあるみたいです。とても美味しかったです。家族でローカルフードデビューにスリア KLCC モールのフードコートシグナチャー 69.2 リンギット、1,863円。アーヤムのナシブンガトゥランとカリーラクサ 29.8 リンギット、804円。ハミーズナシカンダで、子供に辛くないカレーを注文。17.5 リンギット、472円。I love you のおかゆとおまんじゅう 21.9 リンギット、591円。家族で5ヶ月ぶりの外食。娘たちも美味しいと喜んで食べていました。イオンのパン 20.85 リンギット、562円。パンが安くて美味しいんですよね。4人分これだけ買ってこの値段。パン好きには天国かもしれません。ベーカリーカフェ8、39.1 リンギット、1,055円。娘たちが食べたいといったメロンパンをモンドキアラのパン屋さんで購入。お昼ご飯にアーチェンラクサ 65.8 リンギット、1,776円。バターミルクチキンチャー 15.9 リンギット、429円を2つ食べました。バターチキンがうまい。パンミードリンクセット 12.9 リンギット、348円。娘がとても気に入ってました。ドライパンミー 12.9 リンギット、348円。僕がとても気に入りました。マイロタリ 4.5 リンギット、121円。温かいミロ。タリの発音が難しくって3回ぐらい言ってようやく店員さんに通じました。ロータスのパン 11.98 リンギット、323円。ロータスのパンは初めて買いましたが、イオン同様安くて美味しいですね。妻と娘たちがケーキを食べたいということで歩き回って行き着いたシークレットレシピ。
122.8 リンギット、3315円。美味しいケーキがたくさんあるレストラン。いろいろなフードメニューの感じが日本のファミレスみたいな印象でした。16時になっていたので晩ご飯も食べちゃえということでがっつり飲食。この日だけで太りました。次にカフェ、3リンギット81円。視聴者の方に教えてもらったホワイトコーヒーという存在。コーヒーはブラックでしょうと思いながらここで初めて飲んでみたらハマりました。学校用品121リンギット3291円。子供たちの多文化イベントの課題のために着物を買いました。初めてジャランジャランジャパンに行きましたが、日本のいろいろな中古品が置いていて楽しかったです。娘たちのサイズで気に入る着物があるか心配しましたが、いろんな柄から気に入ったものを選べました。美容76リンギット2052円。妻のヘアドネーション代です。その他56リンギット1526円。娘のサンダルの底がベロベロに剥がれたので、その補修に瞬間接着剤を購入。5.9 リンギット159円。何回か履いていますがちゃんとひっついているので良かったです。リングゴム、娘たちの髪をくくるのと僕のサムライヘアをくくるために購入。 5.9 リンギット159円。最後に必需品ではないけれども欲しいものを買った費用としての特別費が9月に初めてゼロだったんですが10月もゼロでした。それ本当にいるという自分への問いかけを続けられていますかね。固定費は先月と変わりません。現在自動車保険の2年目の更新手続きをし始めていますが、保険料が 20% 以上安くなる見込みです。9月10月を比べた変化のハイライトです。食費がマイナス181リンギット4800円ほど減りました。外食がプラス334リンギット9000円ほど増えました。衣服が今月測っていないのでマイナス314リンギット8400円ほど減りました。前月と比べて合計マイナス206リンギット約5500円。簡単に要因を振り返ります。大きく3つ。1つ目、日本輸入品の購入に着目。10月は日本輸入品にいくら使っているかを把握して見直せるものが結構あることに気づけたのが大きいですね。丸の判定。無理のない範囲で見直していこうかと思います。2つ目、ローカルスーパーの NSK 初体験。野菜果物が新鮮かつ安いっていうことないですよね。20丸。各スーパーに特色があると思うのでいろいろ探索を楽しもうと思います。3つ目、外食解禁による外食費の増加。先月比プラス334リンギット9000円ほど増えているんですが、ロックダウン以降5ヶ月ぶりに家族で外食できるようになったことと、視聴者の皆さんにおすすめのローカルフードやレストランを教えてもらったこともあり、今の私たちの唯一の贅沢と捉えて丸の判定。度が過ぎない程度にもっとローカルフードにトライしたり、家族での外食も楽しみたいと思います。さて今月の支出ピックアップはフリータを選びたいと思います。視聴者の方にお勧めいただいたレストラン、僕にとって初めてローカルフードを食べた思い出のレストランになりました。美味しいのはもちろん、店内も広くて店員さんもフレンドリーで居心地もよく、日本から友人が来た時にはまず連れて行きたいなと思いました。では最後に過去の自分に伝えたい一言です。足を動かせば発見がある。ローカルレストランやスーパーに限らず、足を運んだことのないエリアやスポットに行くたびに気づくことがあるはず。馴染みある場所に居続けるのもいいんですけど、これからもっとマレーシアでの行動範囲を広げて楽しめればなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。すでにご登録いただいた方、ありがとうございます。またご質問、ご意見やアドバイスもお気軽にコメント欄にお願いします。それでは、順パーラギ、さよなら。